皆さんこんにちは。Chrome の拡張機能の開発について発表させていただきます澤井優馬と言います。今回はどうぞよろしくお願いします。まさかこんなに人が来るとは思ってなくてちょっと緊張しているんですが、頑張ってやっていきたいと思います。ですね、発表の流れとしては、まず自己紹介と Chrome の拡張機能を Ruby の WASM を使って書いてみたこと、それからそれをフレームワークしたことと、感想について、述べていきたいと思います。まず自分についてなんですが、僕は北海道情報大学というところから来ました。北海道から来ててだいぶ長野寒いですね。北海道道民からしても寒くてちょっと薄着だったので、ちょっと困惑しているというか、はい、大変でした。はい、でですね、ネットワークとかセキュリティの分野が興味があって、自作の VPN ルーターを作ってみたりとか、オープンスタックを自分のうち立てたりとか、なんかいろいろそういうことをしています。でですね、ハードニングディケイドっていうセキュリティの大会があるんですね。それに去年出てきました。これはですね、用意してもらったサーバーを8時間防衛し続けるというものですごい過酷なんですが、これをちょっと皆さんもしよかったらハードニングデザイナーカンファレンスっていうのが5月18日にあるので、もしよければ参加してみれば、セキュリティに興味ある方は行ってみればいいのではないかとちょっと紹介させていただきます。それでは内容に入っていきたいと思います。Ruby の WASM なんですが、これは去年登場した家庭の医学さんが作ってくれた Ruby の WebAssembly の実装になります。これによってブラウザ上で Ruby を動かすことができるようになりました。今例に上がっているのはブラウザでおみくじを引いてアンラッキーと出てくる、もしくはラッキーと出てくる、去年やってもらったデモの動画です。でですね、Ruby の WebAssembly 登場したのはいいんですが、アプリケーションとかライブラリがあまり出てこなかったんですね。それはなぜかっていうのをちょっと僕なりに考えてみました。一つ目の考えたのは、GEM をバンドルして WebAssembly を使ったアプリケーションを実際に動かしてみるっていう記事が僕が調べたところ一個も見つからなかったんですね。で、一緒に出てきた VFS というものを使ってバンドルするっていうことも可能なはずなんですが、これの記事も全く見つからなくて、とてもハードルが高いものなんじゃないかなと思っています。また irb.wasm という、これも家庭の医学さんが作ってもらったアプリケーションがあるんですが、こちらも独自のパッチを当ててインラインのバンドラーを動かすことができるふうになっているので、一般的な人たちが簡単に使えるという状況ではないんじゃないかなと思っています。なのでですね、Ruby on ブラウザをもっと簡単にしたいなというのが僕の思いです。もっと簡単にすることでより多くの開発者が Ruby の WebAssembly を使うことができるんじゃないかと考えています。そのためにまずは Chrome 拡張の上で Ruby の WebAssembly を動かしてみようというふうに思いました。Chrome の拡張機能使っているよっていう人、ちょっと手を挙げてもらえますか？ありがとうございます。結構いますよね。じゃあこの中で実際に作ってみたっていう人はどれぐらいいますか？はいはい。でも半分ぐらい割といますね。ちょっと分かりづらい、あんまり分かっていない Chrome 拡張がどういうものなのか分からない人向けにちょっとスライドで説明させていただきますね。Chrome の拡張機能は、ブラウザをもっと便利にするための機能を自分たちで作れるっていうものです。これは Google の拡張機能、Google の翻訳の拡張機能なんですが、簡単にインストールできてドラッグした部分を翻訳してもらえるという、便利なものになっています。この Chrome 拡張機能はどういうふうにできているかというと、
まず設定のマニフェスト .json、これは Chrome 拡張機能の設定ファイル、何を読み込むかなどの定義ファイルになっています。で、これによってコンテントスクリプト、ポップアップ、バックグラウンドなどの機能において JavaScript を読み込んだり HTML を読み込んだりすることで Chrome 拡張機能が動いています。実際の例のファイル構成がこんな感じです。すみません、失礼しました。ですね、それで、どのようにして Chrome の拡張機能を WebAssembly の Ruby で置き換えるかということなんですが、まずマニフェスト JSON がすべてのイベントのトリガーを設定しています。なのでこれらのファイルを全部Ruby で置き換えてしまおうということを考えました。ちょっとデモ動画を撮ってきたので、簡単なChrome の拡張機能をご覧ください。再生されましたね。今読み込まれているのが拡張機能です。これがコンテントスクリプトの中身になっています。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、この Ruby ファイルの中で H1 タグの見出しを変えて、バックグラウンドの色を赤色に染めるっていう処理をしています。今からブラウザで試してみますね。はい、これでリロードしても何も起きないですが、今から Chrome 拡張を読み込んでいきます。さあ動くでしょうか。読み込みました。するとありがとうございます。はい、ちゃんと、スクリプトが動いていることが確認できましたね。ということで、Ruby の拡張機能を、Chrome の拡張機能を Ruby で書くことは可能だということが分かりました。はい、どのように動いているかというと、先ほど言った通りなんですが、manifesto.json で読み込んでいるコンテントスクリプトのファイルを Ruby の VM を起動するファイルに置き換えています。そしてその後コンテントスクリプト .rb のファイルを Fetch API で失礼しました。Fetch API で読み込んで実行しているという形になります。はい。ではこの実装から何を学んだかについてなんですが、まずこのコードちょっと汚くないですか？僕あまり好きじゃないんですけど、ちょっともうちょっとスマートな書き方はできるんですけど、なんかJavaScript の書き方もあんまり好きじゃなくて、実はそれをさらになんかカッコつけたりとかしてごちゃごちゃ長くなっちゃっていて、これ Ruby で書く必要なくないみたいな風に思ってしまったんですね。なんかただでさえ嫌いな JavaScript を書いて、その上で Ruby を書かなきゃいけないっていうのはちょっと面倒くさくないですか。なので普通の JavaScript で拡張機能を書いた方がいいよなっていうのが正直な感想です。じゃあどうすればよかったのかなと思いました。 JavaScript の部分を全てフレームワークにしてしまって、Ruby あとはもうアプリケーションの Ruby のスクリプトを読み込むだけで実行できるようにしてしまおうというふうに、考えました。これをですね名前つけました。アンルーセンですね。ちょっとちゃんと発音記号公式はこれなのでよかったら覚えていってください。アンルーセンです。はい。でですね、クイックスタートということでどのように動作するのかちょっと見てみましょう。はい、今2つの拡張機能を読み込んでいます。1つは先ほどのexample.com を改変する機能です。
コード量が圧倒的に少なくなったことが分かりますか？ありがとうございますすみません。ドキュメントクエリセレクターインナーテキストみたいにすごいスマートな書き方になっているのが分かると思います。今は読み込んでない状態です。これを有効化してから読み込んでみます。するといやこれは仕様なので気にしないで大丈夫ですはい、はい、このように変わることができました。そうですね、エラーをなくせばちゃんと動くので、はい、そうですね。じゃあもう一つの拡張機能は何かというと、これは去年のデモでやったおみくじの焼き直しですね。おみくじのページの焼き直しです。こんな感じでクリックイベントを追加してボタンを押したら、ラッキーアンラッキーが取れるというものです。ちょっとオンにして見てみましょう。これはポップアップという機能を使っています。今 Ruby を読み込んでいます。それで押すとアンラッキーが出る、ラッキーが出るとこのように簡単に作ることができました。はい、カーソルも喜んでますね。はい。ということで、先ほどのおみくじの2つ目のポップアップの拡張機能について説明すると、ボタンを押してそのボタンのエレメントを、ドキュメントに追加して、言わなくても皆さん分かりますよね。はいこんな感じでかなり自然な形で書けてると思うんですよ。なのでこれがおすすめポイントというかメリットといいますか、すごいいいところです。でですね、このアンルーズン主要なポイントが5つありまして、これから順番に紹介していきます。まずはファイルを少なくすることができるという点です。先ほど言った通りアプリケーションを一つの Ruby のスクリプトに入れることができるので、コンテントスクリプトとかポップアップとかバックグラウンドサービスワーカーみたいなスクリプトを全部アプリケーションの中に押し込んでいます。で、自分が管理するべきファイルが少なくなっているというのが見てわかると思います。また全てのリクエストをアプリケーションに流してしまうので、マニフェスト側でサイトのフィルタリマッチングというかどのサイトで読み込むとかじゃなくてもアプリケーション側で読み込むっていうこともできるようになっています。またですねChrome の拡張機能って基本的に自分がローカルに持ってるファイルっていうのはフェッチ API を使わないといけないんですね。なので、例えばURL の HTTP の部分ですね、スキーマを Chrome エクステンションにして、その Chrome の拡張機能の ID とその先のパスワードを入れるようにして、それをゲットしてファイルを取ってくるという、動きをしないとファイルって取ってこれないんですよ。なのでアプリケーション読み込むときはフェッチを使うことでリクワイヤーで読み込むことができるように改造してパッチを当てています。でこれはリクワイヤーリレイティブも同じようにしました。例えばアプリケーションでテストってリクワイヤーしたときにそのアプリケーションが読み込まれた URL のパスの部分から相対的にテストを読み込んで、そこからさらにリレイティブ読み込んで A っていうのが来たらさらに A.RB を読み込むみたいな動きをするようにしました。このあたりはキータの記事などでこういうのがあるんじゃないかっていうのを参考にして作ってみました。またですね、リモートでリクワイアをできるようにしたことによって毎回 Chrome の拡張機能を読み込み直すという作業が必要なくなりました。なので例えば VFS によって Ruby のスクリプトをバンドルしてしまうという方法はあるんですけれど、毎回 VFS をしてパックするというのはちょっと面倒くさいんじゃないかなと、タイムラグがあるなというふうに感じていたので、それをなくしたというのはちょっと便利だなと作ってて感じました。
また記法についてなんですが、これも他の方のブログなどを参考にしながら、ドキュメントという、トップレベルにドキュメントっていう、変数を持ってきて、そこから読み込めるようにしています。ドキュメント以外にもアラートとかコンソールログとか、Chrome とかそういうのも全部トップレベルに読み込んできているので、そのまま使うことができます。またJavaScript と Ruby ってちょっとメソッドを呼び出すときにどうしても Ruby だとですかね、プロパティ JavaScript でこう例えばドキュメントとかだとドットドキュメントって打っていくと JavaScript だとプロパティになりますけど Ruby だとそのメソッドとしてメッセージが送られてしまうので、なんか区別ができなくなってしまうからああいう書き方になってるんですが、それを関数かどうかで判断するっていう風なやり方に変えています。なのでだいたい JavaScript の基本に近くなるようになったんじゃないかなと思っています。最後にブラウザだけで動かせるようにしました。というのも僕はRuby がブラウザ上で動くっていう最大のメリットは簡単にできることだと思っているので、できるだけ環境構築っていうのを利用者側に開発者側にさせたくないと思っているんですね。なので普通の一般的な拡張機能であれば、使いたいモジュールとかをインポートしなきゃいけないので、それを Webpack とかロールアップなどでバンドルしないといけないと思うんですが、そういうのは必要なくて、アンルースンでは、毎回ですね、さっきのリモートリクワイアなどで Ruby のファイルを読み込むことができるので、そういう心配はしなくていいというメリットになります。ここからはフレームワークがどうやって動いているかになるんですが、例えばコンテントスクリプトと言われる先ほどのロードページですね、ページがロードされた時に JavaScript を読み込む処理が走ると思うんですが、その時ですね、まずコンテントスクリプトを読み込んだってことをアプリケーションに知らせるために JavaScript からコンテントスクリプトっていうタグ付けをします。で、その後にアンルースンを読み込んで、左にあるアプリケーションのコンテントスクリプトっていうブロックの部分があると思うんですが、そこだけがマッチするので、その部分のフィールドが読み込まれるといった感じで全てのファイルをまとめています。そうですね、こんな感じです。はい。じゃあ他に Chrome の拡張機能のフレームワークってあるのかっていう話なんですが、調べたところ、2つぐらいありまして、1つはもう10年前ぐらいにもうコミットが最後になっているようなものだったのでちょっと除外してるんですが、もう1つはプラスモっていうリアクトで Chrome の拡張機能を作れるものがあったんですね。これはすごい多機能でテストとか自動化できるんですが、ちょっと僕リアクト知らないのでこれを学ぶのは面倒くさいなと。なので、難易度的にはちょっと高いんじゃないかなと勝手に思っております。それに対してアンルースンはまだ機能がそんなにないのでシンプルだし、ビルドも必要ないし、僕 Ruby 好きなので、とても扱いやすいし自分のために作っただけあってとても、いいものに仕上がったんじゃないかなと思っております。ただですね、Ruby の VM 立てるたびに300メガバイトぐらいメモリ取っちゃうので、これいろんなページで読み込むと大変なことになってしまうというのがあります。でもこの部分はちょっと何とかしようと検討しています。最後にというかアンルースンのスライドの最後なんですが、これは次に作りたい機能ですね。上から紹介していくと、そうですね、僕が聞いたとかハテナ
ブログとかにこの記事書かないとみんなに分かってもらえないので、これ書かないといけないっていうメモ書きです。はい、で、VFS の問題について最初に触れたと思うんですが、ちょっと面倒くさいっていうのが一番大きな問題だと思っているので、オンラインで、ジェムをバンドルして Ruby の WASM を返してくれるようなサイトがあったら便利だろうなと思ったので、これ2つ目ぐらいに置いてます。でさらにmanifest.json これも読み込むスクリプトを決めているだけなので、これも自分で書く必要はないなと思っています。なので勝手に生成できるようにできたらもっと楽になるかなと思っております。あと4番目はそんなに重要じゃないかもしれないですけど、Chrome の拡張機能ってバージョンがあって、今セキュリティの問題からマニフェスト V3 になっているんですね、 Chrome の場合は。なので、今までのマニフェスト V2 で動かせるようにしたりとか、その辺の差異を吸収できるようなツールにできたらいいなとか思っています。あとはストレージ問題ですね。保存したファイルとかものを永続化できないので、そのあたりを IndexedDB とか使って、保存できるような API を作っていきたいなと思っています。最後にこれNPM と GitHub で公開しているので、もしよかったらぜひ使ってみてください。でちょっとまだドキュメントが足りていないんですが、スクリプトを置いて読み込むだけなので、例えばGitHub に Examples フォルダがあるので、それを見ながら、作ってもらえれば大体こんな感じなんだなっていうのは分かると思います。なのでぜひ、使ってみてください。ちなみにジェムでは配布してないです。すいません。もしよかったらバグレポートとかリクエストとか送ってもらえるとすごい嬉しいので、それもよろしくお願いいたします。はい、ちょっと駆け足気味になってしまって時間が余ってしまいましたが、最後にスピーカーとして発表するにあたって感じたことを、ちょっと話していきたいなと思います。これを開発するにあたって一番難しいなと感じたのは、ライブラリの設計をどうするかっていう点です。誰が使っても扱いやすいっていうのは自分にとって扱いやすいだけなのか、別の人にとって扱いづらいのかっていうのは全然分からなくて、その部分を設計するのって非常に難しい問題だなというのを感じていました。なのでもしよかったらフィードバックを GitHub のイシューなど立ててもらえるととても嬉しく思います。そしてですね、なぜ僕がスピーカーになったのかなんですが、これはですね、実は去年初めて Ruby 会議参加したんですが、その時にRuby がブラウザで動くオンラインデモを見せられまして、すごい感動したんですね。で僕はこういう場所に立って発表するっていうのがとてもすごいことだと思っているので、僕もいつかは発表できる人間になりたい。そのためにはまず今年からプロポーザルを送って Ruby 会議に挑戦してみようって思ったんですが、もう今年語っちゃいました。すいません、ありがとうございます。はい。なのでですね、去年の自分はここに立ってるなんてことを想像もしてなかったんですね。もしかしたら皆さんもここに立ったりとか、あるいは別のカンファレンスとかイベントなどに参加して、スピーカーになれるネタを持ってたりするかもしれないです。なので勇気を出して、ちょっと言葉が見つからないんですが、もし挑戦したいことなどあれば、どんどんその挑戦していくのがいいことなんじゃないかなと僕は思っております。そのための、ですかね、後押しができれば僕はとても嬉しいです。ということで僕から発表したいことは以上になります。あと
あとなんですけれど、僕大学の3年生なので今絶賛就職活動中なんですね。ちょっと、企業の方とかお話できたら嬉しいなとか思っておりますんで、よければぜひそこら辺をうろついてますんで、お話ししましょう。じゃあ僕から発表したいことは以上になります。皆さんご清聴どうもありがとうございました。